高校生の時にが初めてだったんです。本当にその恋愛みたいな映画とかドラマみたいに恋愛ができるんじゃないかっていう期待があったけど、全然違った。なんかもっと知りたい、手もつなぎたいとか、キスもしたいとかって思うだろうし、でもなんかそういう感情が付き合って告白して手つないだ途端になくなった。そこからちょっとと思って、なんで自分は普通じゃないんだろうって言い方は変だけど、男性を好きになっちゃったんだろうみたいな後ろめたさとかもあって、これ多分一生隠して生きていかなきゃいけないんだろうなっていう悲しい気持ちっていうか、自分はもう普通の人生送れないんだとか思って、そういう気持ちの葛藤を1年ぐらいしてました。高校時代水泳部だったんですけど、着替えるとことかで、男性の裸を毎日見つれて、なんか違和感というか、その惹かれるものがあって、最初はそういう体になりたいとか、なんかそういう体に憧れてるのかなっていう勝手に自分自身が思ってたんですけど、憧れてるんじゃなくてやっぱり触れたいとか、なんか触りたいっていうのに変わってきて、その頃に自分のセクシャリティにやっぱり自分は男が好きなんだ、男に惹かれて魅力を感じたりとか、そういうのが高校生の時にあったので、その時には自分のセクシャリティが男性に向いてるなっていうので確信しました。大学実は1年生から3年生の時まで、同じ彼女がいて、彼女と別れた後に韓国に交換留学する機会があって、でそこで、いろんな、国籍の人とかバックグラウンドを持つ人と触れ合って、自分の考え方とか価値観が変わっていって、でそこでさらに、同性を好きになるっていう、人もいたので、そういった価値観に触れながら自分も好きな人ができた。そこがそうですね、自分のアイデンティティを築く一つの大きなタイミングだったかなと思います。もう多分小学校とかぐらいには男の人が好きっていうかの方に目は行ってたのかなってちょっと思うんですよね。同級生とかでも、でもやっぱそういうのがあんま普通な時代じゃなかったんで、それは避けて通ってたんですけど、中学高校生とかも彼女もいましたし、大学の時20歳なんで、それこそインターネットとかがすごい普及してきて、そういう世界があるっていうのを知って、出会うきっかけにもなり、初めて男の人とそういう風に会ってっていうのがきっかけですね。やっぱりそこでこういう世界があるんやって、自分もそうであっていいんかなっていうのに気づいて、本当にそこからもう完全に切り替わってるというか、男性としか付き合ってないですし、気づいたのはもう小学校6年生の時に気づいてました。そういう大人のビデオみたいなのを見るタイミング来ると思うんですけど、男の子はそれを見てて男女のなんかふとこれ男同士のやつに変わったんですよね、ページが。なんか男の人のその裸みたいなのが出た時にすごいビビッときてというか、こっちだって自分でもその瞬間に思って、なんかドキドキしてすごく。で今思えばやっぱり小学校の時も、なんか体育の先生かっこいいと思ってたなとか、もう幼稚園の時から先生だったりなんかお兄ちゃんの友達とかになんか興味あったなとか。なのででも自分で自覚したのはその小6の時ですね。なんとなく女性よりも男性の方に惹かれるな、目が向くなっていう感じがあったんですけども、自分が別にその男性が好きってはっきり自分自身がそう感じることがなくて、でそのきっかけがちょうど、高校3年生の頃かなの時に初めて男性で男性が好きな人と会うことがあって、実際にそういう人が生きているんだ。で、それと同時に何か自分って
本当に男性が好きだし男性に対して性的な魅力を感じるってことに初めて感じたっていうか、それまで実体がなかったからただ単に妄想の中での話だったし、でもそれが現実になった時に自分が男性のことが好きなんだなっていうことを確信した感じです。中学の時は女の子みたいな目線でスポーツできる人かっこいいとかあの人かっこいいとかっていうふうには多分思ってました。いや僕特に悩んだことなくて人を好きなだけやし、なんかそれがたまたま同性なだけで僕にとってはただ人が好きやったっていう感情やったんで特に悩みはしなかったですね。でももしかしたらそこで周りの人とは違うっていう意識はあったと思います。私には3つ上の兄がいるんですが、あっちが思春期を迎えるタイミングだったりっていう時に家のパソコンでなんかそういうアダルトなものを調べてたのがバレてしまってすごい気持ち悪いみたいなことを言われて、それからどんどん疎遠になっていって、もう、一緒に住んでるけど全く顔も合わせないし話さないようになって、数年前に結婚式を兄が挙げることになって、最後式から出てく時に見送りのタイミングで兄からハグされて「ごめんな」って一言だけ、何に対してのごめんなっていうのかはちょっと分かんないですけど、なんか幼少期とかあんまり仲良くできなかったことに対してのごめんなだったら嬉しいなと思って、本当は違うかもしれないですけど自分はそうやって解釈してますね。ロンドン留学してた時にお世話になったら写真家アーティストのクイア写真なんですけど、それを札幌のギャラリーでぜひ展示したいなみたいな、そういう写真展をキュレーションして企画したみたいな、それがたまたまメディアとかでも出て、大学終わりに駅までお母さんが車で迎えに来てくれるんですけど、で今日の夕刊に自分の記事が載るなって思いながら大学終わって駅帰ってお母さんと2人っきりで車の中入る時にちょっと空気感が違って、なんか気づいてるんだなみたいな、読んだんだろうなって。そしたらお母さんがちょっと家帰ったら家族会議を開きましょうみたいな話になって。いやちょっと待ってね。いやすごいみんな親切な声をかけてくれるんですよ。だからなんか嬉しくて泣いてるんですけど、尊敬してる人誰ですかって言ったらお父さんって答えるくらい好きなんですけど、結構いろんなこれから辛いこともあると思うけど、そういう道を選んだんだったらお前は頑張りなさいっていうふうに背中を押してくれた。お姉ちゃんは近くにいたのに気づいてあげられなくてごめんねって言ってくれて、弟なんかはもうゲイであることで驚いたりしないよって、もう社会はもう変わってきてるからっていうすごいかっこいい意見をくれて、でお母さんはその家族会議ではすごく無言だったんだけど、いつも態度で荒いであることを示してくれて、だから自分幸せだなっていうことを常に感じながらね頑張っていきたいなって思わされるんですよね。